皆さんこんにちは。バルケインの荒川です。今回はですね、神奈川県にあります足柄キャスティングエリアさん、こちらにお邪魔しております。神奈川県の山間部にあるこの足柄さんなんですけれども、まず特徴的なのがこの本当にクリアな水質、そして魚影の濃さ、さらにはそのバラエティに富んだ魚種ということで、まずねこう池一面を見渡すと黄金に輝くアルビノがいっぱいいるんですけど、そのアルビノがですね、なんとこう黄金金時ヤマメという非常にこう珍しい、足柄さんほぼ特有の魚という形になるんですかね。でさらにはこういただきますとかオドロックっていう大型の魚種で色物各種ということで、本当にこうマイクロスプーンからミノ、いろんな操作系のルアーでこう幅広い釣りが楽しめるエリアさんとなっております。はい、そしてそんな足柄キャスティングエリアさんで今回はですね、マイクロスプーン待望の新アイテム、じゃん、シャイラナノ 0.5g、 こちらをですね使って、この絶好の抜群のコンディションの足柄キャスティングエリアさん、楽しみながら実況解説の方させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回シャイラナノ 0.5g の登場ということで、実はですねこうバルケイン、おかげさまでスプーンのラインナップでいうともう30種類を超える、ラインナップがあるんですけども、その中でこう 1g 以下と言われるこう、0. 何 g っていうスプーンの種類って割と少なかったんですけど、今回このなぜシャイラナの 0.5g の登場に至ったかというと、実は、フィールドスタッフのアジマユージ、アジマックスですね、アジマックスの熱烈なオファーがあって、開発リリースに至りました。でもアジマックスといえば、スプーン大好き、スプーンの達人、そしてマイクロスプーン非常にこううまい彼なんですけれども、そんな彼の熱い思いが、非常に詰まったこのシャイラナの 0.5g になっております。コンセプトの説明をさせていただくと、シャイラシリーズ、ミッドボブンロールアクションのシャイラシリーズっていうものがある中で、このシャイラナの 0.5g は当然非常にこう軽いウエイトのスプーンになってくるんで、割とこう近距離の魚、自分からあまり距離の離れていない魚がメインターゲットになってくるんですけども、そういった魚をよりスローによりゆっくりこう見せて誘っていく、狙っていく、釣っていくっていうのがコンセプトになっていて、その中で、大きい特徴が2つあって、まず1つ目がですね、見ての通りのこのマイクロシルエット、全長 18.5mm っていうマイクロシルエットと、特徴その2がですね、このヘッド形状、ヘッドの曲がりですね。こうなんでこんなに曲がっているかというと、当然、マイクロシルエットっていうシルエットが小さくなった分アピールが落ちてしまうんですけども、そのアピールが落ちたのをアクションでしっかりこう補うために、このヘッド形状になっています。アクション的にはですね、こうデッドスローで巻いてもしっかりこうミッドボブンロールアクションでこう誘ってくれるということで、あとは、0.5g っていうウェイトだと当然割と表層特化っていうイメージしがちなんだけども、特に今日なんかは、ナイロンライン、エステルライン、フロロカーボンラインというこう3種類の、タックルを用してるんですけども、そういったこうラインの、使い分けで実は、ディープレンジっていうものもこうレンジキープしやすかったりっていうこうね、使いどころの幅広さっていうものがあるので、そういったところ、実調を踏まえてね、ご説明させていただければと、思います。はい、というわけで実況の方、いきたいと思いますが、まずはねカラーはKピンですね、見やすい Kピンからスタートしていくんですけど、タックルはゼロバージの、61L にナイロンラインで 2.5 ポンドをセッティングしたタックルでスタートしていきます。いつも僕ナイロンラインは結構3ポンドを使うことが多いんですけど、こうシャイラナノの良さをより生かす、動きをより生かす、でさらに飛距離をより伸ばすっていうところを
を含めて、今回はねナイロンラインソフトタイプ伸びるタイプの 2.5 ポンドからスタートしていきます。で基本的にこう、表層から中層っていうものを狙っていくイメージであれば、ナイロンだったりエステルの 0.35 とかっていうメインラインが使いやすいんですけど、より深め、よりディープレンジっていうものをこう意識した釣りであれば、フロロカーボン、のヒット表層で今やった、これは何だろう、ニジマスかな。よしレギュラーサイズのニジマス、よっしゃー。というわけでね、早速、今本当に冒頭の説明の時に釣れてくれましたけど、より深いレンジ、を意識した釣りではフロロカーボンの、1ポンドから 1.5 ポンドとか、細め、そういったラインを組み合わせることによって本当にこうディープレンジもこのマイクロシルエットで攻略できるので、そういったところもね、お見せできればなというところで、いろいろ探りながらスタートしていきたいと思います。足柄さんもこうパッと本当にポンドの状況をねこう近くで見ると、本当にもう水面直下からボトム付近のディープレンジまで魚がこうびっしり入ってる状態で、まずは、このナイロンのセッティングでちょっと表層付近っていうものを狙ってみて、徐々にこうレンジを下げていくようなイメージで、探っていきたいなと思います。でこのシャイラナの、0.5g で、シルエット的全長的に言うとサーバントスペア 0.7g と同じ、全長になるんですけど、サーバント07ってどっちかっていうとやっぱり早巻き高速でこう巻いて釣ってくっていうようなアプローチが非常にこうマッチしてるんですけど、その逆に、さっきもね言ったようにこのシャイラナノはゆっくりじっくりデッドスローで見せて食わせてくる。であとはウェイト帯的に言うとハイバース 0.5g っていうこう同ウェイトがあるんですけども、ハイバースト 0.5g は、同じくこうゆっくりは見せるんだけど、もっとこうね幅の広いハイアピールの、ワイドボブリングでこう誘っていくっていうようなイメージなので、今までねこう狙えなかった動き、狙えなかったスピードの穴をしっかりこう埋めてくれる、ポジションになってくるのがこのシャイラナの 0.5g ですね。で特に今表層水面直下からこう狙っていく中で、ちょうどこう太陽光がポンドにこう差し込むタイミングっていうのもあって、どっちかっていうとねこう見てるとめちゃめちゃ蛍光ピンクで反応してくれるんだけど、割とこう下から覗いて下から反応してくれてる、水面表層直下より水面直下よりちょっと下のレンジの魚がいいかなっていう感じがあるんで、タックル、ラインセッティングも含めてタックルを変えてちょっとアプローチしていきたいなと思います。はい、ですね、ちょっとタックルセッティング変えて、ラインスレーブアジマックス第4弾マイクロスプーンにバッチリの、61UL レブ E にフロロカーボンのね、細いところ 1.25 ポンドっていうタックルセッティングで、今度ねカラシガラッとカラーを変えてこれで狙っていきます。さっき蛍光ピンクでスタートした時にすごいゆっくり巻いてじーっと見て食わないっていう魚が結構多かったんで、割とこうそういう魚がいる時って食わせ系のカラーがすごい効くこと多いんで、一気にちょっとトーンを落として、でなおかつレンジも
割ともうちょっと下目を引くイメージで探ってみます。おお、なんだ今の、すごい。からし手前のコクタからし手前、よし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 、レギュラーサイズのレインボー、よいしょ。早速タックルを変えて、カラーも変えて、フロロカーボンラインっていうよりこう沈み込んでくれるラインで下目、特にね今本当に手前だったんですけど、手前も丁寧にゆっくりスローに引いたらね、スーッと食ってきてくれた、狙い通りの1匹かなっていう形で、お、やっぱ下目が反応いいですね。ゆっくり見せた、食ってる食ってる、おー食ったあ、バレたあれー、今のは完全に僕が悪かった。レンジ的に言うとだいたい50センチから1メーターぐらいの、足柄さんで言うと中層付近になるのかな。中層付近をだいたいリールのハンドル1回転3秒ぐらいのスピード、本当にスプーンでいうところだとかなりゆっくりのスピードになるんですけど、そのアプローチで、コンセプトでもね説明したじっくりゆっくり見せて食わせるっていうのが、こう今からしのカラーにしたことによってよりしっかりこう食ってきてくれる反応に変わった感じですね。おお、ヤマメからこれ手前でおおおおおおお、ヤマメちゃん手前のスローなアプローチで食ってきてくれました。ありがとうございます。からしにこう色を落としたことで、その蛍光ピンクで追ってきてたけど食わなかった魚、ギリギリで食わなかった魚っていうのが今の魚もまさにそうだったんですけど、本当にルアーの鼻先見て最後パクってこうね口を使ってくれる、まさに本当にゆっくり誘って最後食わせるっていうようなね、シャイランナのもう本当に今持ち味がよく出させてもらってる釣り場さん、本当にこの足柄さん、アプローチ的にはですね、今釣れてるレンジが、いわゆる表層のちょい下、ハイバースのね、この前、紹介動画、使い分けの動画出させていただいた時にもジョイバレさんで表層のちょい下なんていうフレーズが出てきたと思うんですけど、イメージ水面から50センチぐらいのレンジっていうのが、今すごいヒットレンジで、特に手前の魚で、手前もね流れが足柄さんあるんで、手前についてる魚も多くて、手前までこうしっかりじっくり狙って、もうほんと気が抜けないですね。沖から手前までそんな感じで今当たりが出てる状態です。今ほんとハンドル1回転3秒ぐらいのデッドスローリトリーブでね、いい感じにこう追尾してパーってこう食ってきてくれてるんですけど、これがもうちょっとね状況がシビアになって、ただ巻きだけじゃ食わないってなった時に、その次のステップとして、例えばねこう泳いでるスプーンひらってこうねティップでワンアクション、入れてあげたりすることで、食わなかった魚、追ってきてどっか行っちゃおうとする魚で、その行った瞬間にひらってこうワンアクション入れることで、またこうパクってこうね振り返って食ってきてくれるっていうようなことも結構あって、そういう使い方もできるし、あとね特にこう手前の、足元の魚なんかもそうなんですけど、テンションフォール、
巻きながら落としていく、いわゆる巻き下げっていうようなアプローチでも、しっかり安定してバランスを崩すことなくアクションして食わしてくれるっていうことで、本当にもちろん基本はただ巻くだけ、ゆっくり巻くだけなんだけども、アングラーの意図的な誘い、特に近距離の攻略だとどうしてもサイトフィッシング、特にクリアな水質はしやすくなってくるんで、追ってくる魚をただ巻きだけじゃ食わないってなった時に、どう意図的に誘って食わせるか、そんなアングラー側の意図的な誘いにもしっかりやりやすい、本当に使い勝手のいい、非常に幅の広いこのシャイラナノでございます。はい、というわけでも表層から中層の魚、レインボー、そしてヤマメも含めてね、もういい感じにシャイラナノ 0.5 連れてくれてるんで、ここでもうせっかくね芦原さん来たんで、黄金金時ヤマメを狙ってみたいと思うんですが、見たところね、今黄金金時ヤマメ割とディープレンジ、もうボトム付近に結構いる感じなんで、シャイラナノ 0.5 で沈めてディープレンジを引いて、その黄金金時ヤマメ狙ってみたいと思います。カラーはね、今度単色のシルバーでいきます。タックルはそのまま 61UL レブイにフロロカーボンのタックルセッティング。さあどうかな。当然ディープレンジを引くってなると、さっきの3秒アプローチよりも、さらにスローに、だいたいね具体的に言うと4秒、ハンドル1回転4秒ぐらいのリトリーブスピードになるんですけど、これあんまりね割と特殊な使い方なんで、こうしないと釣れないっていうわけじゃないけど、こういう使い方もあるよっていう形で皆さんね見ていただければ、参考にしていただければいいかなと思います。ほらディープレンジ反応いいねお、これはまたディープにいたヤマメヤマメ、お、サイズがどんどん上がってきますね、ヤマメの。綺麗なヤマメ。はい、ディープレンジでもねシルバーですごいいい反応をしてくれてる今日の足柄さん。ちょっとカラーを変えて、今度ねオリーブですね、単色オリーブ系で、もう本当にこのシャイラナノのアプローチをより活かせる、食わせに特化したシャイラナノ05のアプローチを活かせる、もう食わせ系のオリーブ、これでね反応見てどうかな。食った金時食ったやったー、狙い通りのやったー狙い通りのディープレンジにいた黄金金時ヤマメちゃん、釣れましたー。すごい可愛いいい魚ですね。はい、というわけで今回ですね、この足柄キャスティングエリアさんの本当に素晴らしい、コンディションのもとですね、食わせに特化した、シャイラナの 0.5g のポテンシャルの高さをもう十分に堪能、お見せすることができたかなと思います。今日振り返ると、最初はねナイロンラインで、表層付近を狙っていて、その下中層もしくはディープレンジっていうところはフロロカーボンラインを使って、本当にね表層からディープレンジまでさまざまな魚種も含めて、楽しむことができました。というわけで表層特化、マイクロなんだけど表層特化ではなくて、本当に幅広い使い方ができるこのシャイラナの 0.5g、2月発売予定となりますのでよろしくお願いいたします。というわけで、今回もですね最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、グッドボタン、そしてコメントなど、どしどしお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。どうもありがとうございました。